あの時にやっぱマイカに出会ってなかったら今の自分は絶対いないので、なんかこうもちろんチームメイトでありパートナーではあるんですけど、それ以上にやっぱりなんか自分の中ですごい特別な気持ちはどっかにありますね。めっちゃリスペクトプラスめっちゃライバルもう簡単な言葉にはなってしまうんですけど、なんかいつまでも追ってほしい存在かなって思います。そうじゃないとなんか頑張られへんミニモニのファンだったので、ミニモニみたいに踊れたらやりたいなってお母さんに言って、でたまたま近くにダンススタジオがあったので、スタジオに行った時にもうマイカがすでにダンス始めてて、スタジオにいて、すっごいちっちゃかったんですけどバリバリ踊ってて、すげえみたいな、印象でしたね。とにかくイケイケの子が来たなっていうのが、そこからでもいろんなコンテストとかに見に来てくれてて、チーム組んでないのに今度は優勝しようなとか言って、負けず嫌いな感じはすごい多分一緒やったなっていう印象ですね。自分のお母さんが京香のところに、話して一緒にやらへんかっていう、もう直感ですね。同じぐらいの子供を待ってた、すごい待ちわびてたっていうところがあって、でもすでにマイカめちゃめちゃもうコンテストとか出てるぐらい上手やったんで、とりあえずプレッシャーがすごかったですね。当時はマイカが泣きながら練習するのとか見てて、やのにそれに結果がついてこない、それで泣いてるマイカを見て、なんかすっごい自分も悲しくなったのを覚えてて、でそれで一緒にやるようになって、その気持ちをこう分かち合えるようになったのはこう嬉しかったなっていう気持ちはありますね。ビデオも撮らさせてもらいましたし、レッスン風景をもう夜な夜なその自分が撮ったビデオを見て編集して、自分なりにで帰ってきたと思ったら練習やるでってなって、でも良かったと思ってます。次行くまでにできるようにしていくっていうことが、その時は大変やったけど今となっては一番なんか最短かなという気がしてて。チェリーさんは、私のお父さんの先輩で、そのつながりでお父さんがうちの娘がチーム持ってるから一回見てほしいっていうので話してくれたんですけど、ダンス以外のことで叱られたことが多いですね、私は。優勝したら何が欲しいってなって、私はアイスクリーム、京香は無農薬のキャベツって言ってほんまに優勝したらほんまに買ってくれて、いろんな常識だったりとか礼儀を教えてもらいつつ厳しくしてもらいながら、でもすごいそういう楽しいことだったりとか。私たち3人の写真があるんですけど、ラッシュボールとチェリーさんの写真があるんですけど、多分それをこう哲さんが持ってはって、2人のこと頼むなって俺は頼まれたから、これからはずっと俺がチェリーさんの代わりに面倒を見るってこう言ってもらえて、チェリーさんが生きてる間からね、あの2人に関してはずっと話はもちろん聞いてたんで、いなくなってからは、僕が見守ろうかなっていう気持ちもすごく強くあったんで、そういう意味も兼ねて、写真を預かったっていうことですね。そうですね、チェリーさんが亡くなってから哲さんがすごい私たちのことをこう心配してくれて、お父さん的存在というか、すごい面倒を見てくださったり、すごいたくさん話してくださったりっていう思い出がたくさんありますね。なんていうかな、チェリーさんみたいなこう厳しめの親心っていう部分ではなしに、もっと親戚のお兄ちゃんぐらいにしといてほしいなとは思うんですけどね。ちっちゃい時からそうですけど、もう優勝しか多分2人にはなくて、とにかく勝ち切るまでは挑戦したいっていうのはすごいあったんで、かなり出続けた思い出がありますね。優勝以外ないやろって思ってたんで、もう準優勝のボードとかもいらんわと思って、もバシーみたいな悪みたいなぐらい激しかったですかね。
WDC 何回出たかな。もうワールドファイナルでいつも負けちゃうっていう、なんかちょっと悔しい。やっぱなかなか日本までかみたいな。世界ってすごいなって思ったきっかけにもなりましたね。リアルタフネスでツインズと1回当たってるので、改めて戦えて、でそれで結果が出たっていうのはすごい嬉しかったです。もうあれも結構7年ぐらい経つのかなぐらい前にはなるんですけど、本当に忙しい時期あって、なんか睡眠不足がやっぱ一番の原因やったかなと思うんですけど、それで免疫力が低下したタイミングでちょっと病気に感染してしまって、いつも体調が悪くても入ってる仕事はしっかりこなさないとっていう、それでこう動いたのが原因でどんどん菌が回っちゃって、もう動けないからちょっと迎えに来てほしいで泣きながら電話かかってきて、そのまま病院に行こうっていう感じで病院に行ったら、なんか先生がもし手術するならもう切断ですっていうのを京香の本人目の前にして言ったもんやから、もうその時はなんかもう腕がめっちゃ太くてパンパンで動かない状態やったんで、なんかもう痛すぎて別にもう切ってくださいっていう、もちろん口では出せないけどもう切ってくださいっていうような気持ちでしたね、心の中では。変われるもんなら変わってあげたかったし、でも業界から多分今助かってた、命もあって、完全かどうかは分からないけども、動けて踊れるようになってるっていうのは多分あいつやからできたことじゃないかなっていうのはすごく思ってて、多分自分やったら多分死んでると思うんです。やっぱ本当なら切るはずやったものを切らずに残してもらえたっていうのは、まだまだこれからももう一回ダンスに復活してこれからももっと活躍しろっていうことなんかなって、なんかすごい悟ったっていうか、病気からちょうど復活して本当丸1年後にちょうど「ジャスティブ」のファイナルがあって2016年なんですけど、やっとなんか復帰できたかなっていうのを、優勝したぞイエーイってなってる時に戻ってきたってなんかすごい心の中で思いましたね。で横にマイカがおって、やっぱりなんかそれをいつも一緒に戦ってきた仲間と最高の喜びをあんな大きいステージでやっぱ感じれたタイミングでよりなんか染みたっていうか、やっと戻ってきたな、でまたこっから2人で頑張っていきたいなって気持ちになりましたね、あの時。4度目にしての優勝やったので特に嬉しかったのと、京香がちょっと病気をして、でまたここの空間に2人で一緒に帰ってこれるっていう特別な思いはありましたね。やっぱりダンスの世界ってそういうバトルとかコンテストがあった時にその結果を持ってるか持ってないかってすごい説得力で、2人は多分それをとにかく本当に欲してて、そのためにジャスティブっていうものをめがけて練習したり高めていったと思うし、もう2人がスタイルが全然違くなってヒップホップのスタイルが確立した中で、でもやっぱり2人はチームでつながってるっていうコネクションをそのジャスティブっていう舞台でしかも結果がついて出せれたっていうことは2人にとってすごく大きいと思うし、で 2on2 のバトルってどうしてもその2人のやっぱりその関係性がとてもリアルに出るコンテンツだと思うので、そういう意味でも2016年は2人がある意味すごい一致したというか、シンパシーを感じたのかなっていう感じがして、満場一致の優勝だった、会場も満場一致の優勝だったなって思います。2022年は中国の番組にちょっとチャレンジしに行ったりとかで、ちょっと7ヶ月間っていう長い間初めて日本を離れるっていう、なんかちょっと自分にとってもチャレンジな年やったかなって思うんですけど、自分の背中を見て頑張りたいなとかこうなりたいなとかってなんか思ってもらいたいなってなんか自分の中ではあって、なんか言葉で伝えるよりもこう背中でなんか自分が行動してそれを感じ取って
てもらいたいみたいな、こう習うよりも自分で感じた方がよりなんか深みあるし、よりなんかこうなりたいっていう気持ちがやっぱ強くなるので、なんかそんな感じで自分もそういう先生になりたいなって思います。コンテストっていうよりかはバトルの方がすごい自分で得意やって思ってて好きやって思ってて活動してたんですけど、18歳の時に演出家の金谷香織さんっていう方にお会いして、なんか振りを作ることもこうなんかショーをクリエイトすることもすごい楽しいことなんやなって気づいて、でなんかめっちゃ好きかもって思って、それからもうそういうショーを作るっていうことにすごいこうのめり込んで、今もいろんなショーを、一緒に香織さんと一緒に作らせてもらったりしてます。2024年でちょうどラッシュボールが20周年を迎えるので、なんかそのタイミングでやっぱり15周年を迎えた時もそうやったんですけど、なんかまだまだ全然お互い知らないこともいっぱいあるし、全然お互いこうチャレンジしたいことももちろんあるし、2人でしかチャレンジできないことも絶対あるし、なんかそれをやっぱこれからもなんかもっとチャレンジしていきたいなっていうのはさらになんか強く思ってます、私個人は。ラッシュボールがないと、京香がいないと、ここまでなんかダンスに必死に向き合ってなかった気はします。全然違うのにめっちゃなんかチームワークあるなとか、ラッシュボールとして成り立ってるなって言われる、そういうなんか化学現象みたいな、なんかそういうのを巻き起こせるのは京香しかいないんでもっとラッシュボールとしてのなんか音楽をもうちょっと奏でていきたいですね。はい。